はい。はい。Fix SQL Helper One Query with Robocop ってタイトルで発表しようと思います。で、これから話すスライドはすでにスピーカーデックで公開して、ハッシュタグ付きで流しています。で、そのためスライドを全ページカメラでパチャってあります。スクショで保存しなくても大丈夫です。ちなみにこれ全部で100ページ以上あるんで、全部写真撮るのは厳しいと思います。ただし発表の随所に Twitter 映えする箇所があるんで、そこは察してどんどん Twitter に流してください。はい。はい。Hello. My name is Go. はい。末吉剛と言います。Twitter とか GitHub では SUE445 という ID でやっています。Ruby 歴11年ぐらい、Go 言語歴7年ぐらい、Go 歴41年です。で、僕と Ruby 会議についてちょっと軽く話します。初めて Ruby 会議に登壇したのは2019年の福岡でした。で、翌年2020年の松本開催予定の会議にもプロポーザルは採択されてたんですけども、コロナのために会議自体が中止になってしまいました。そして今年松本市で開催ということでリベンジすることができました。で、ちなみにもう2020の時も実は発表予定の場所はここでした。むっちゃ嬉しいです。で、I'm happy, so this is happy, this is happy. はい。This is Japanese Festival Year. はい。私はジェムをたくさん作っています。代表作はプリキュアの Ruby 実装の Ruby です。この DIM は今年で10周年になります。他にも板前とかRSpec パラメータライズなどのジェムのメンテナーもやっています。次に私が所属している Pixiv について軽く紹介させてください。ちなみにこちらは今年の Pixiv のノベリティのハイチュウです。Pixiv では約半分のサービスで Ruby を利用しています。で、Ruby なしでは生きていけないため、私たちは Ruby アソシエーションを通じて Ruby コア開発の支援を行っていたり、Rails Girls Japan や中高生国際 Ruby プログラミングコンテストなどへも支援しています。で、去年に引き続き今年もミュージックイベントを開催予定なので、3日目の夜はぜひ遊びに来てください。アフターパーティーの会場から徒歩3分の場所で開催予定です。むっちゃ近いです。で、私の会社での仕事について紹介します。私はインフラ部に所属していて、主に AWS とか GCP の管理をしています。ソリューションアーキテクトとして、各プロダクトから相談を受けたり、実際にシステムの構築もやっています。で、一応 AWS と GCP のそれぞれの認定資格も持っています。必要に迫られて大体全部やってるんで、得意分野は特にないです。その他 GitLab とか Sentry など社内でホスティングしてるんで、その辺のメンテナンスもやってたりもします。で、ググれば僕の業務が見つかるんで、もしよければググってください。その他諸々雑用いっぱいやってます。で、今日のトークのゴールは、ロボコップによる SQL の Helperクエリの検知と自動修正です。で、今回作ったカスタムコップでは、誰もやらないようなハックをたくさん行っているため、明日から使えるカスタムコップネタとしてその知見を皆さんにも控えてもらいたいです。大体こんな感じのことを話そうと思っています。最初にまとめを話します。コップから DB につなぐことで、コップの可能性が無限に広がります。N プラ1クエリの検出は簡単です。で、パターンは限られますが、自動修正も可能です。で、イスコンは総合格闘技です。で、これが今日のトークで話すことで、僕が作ったロボコップイスコンっていうジェムの話をします。で、逆に今日のトークで話さないことはこれで、イスコンのために作った他のジェムの話だったり、イスコンのために作った板前のレシピの話だったり、データドックのでもシナトラのアプリケーションをモニタリングする話だったり、あとフルエント D とデータドックで ALP を作った話だったりと、Ruby3.2 系と 3.1 系の YJIT を比較した話はしません。それは去年ブログ書いたんで、そちらご覧ください。ちなみにイスコンでのモニタリングの話は今日の昼過ぎにお醤油さんが話してくれると思うので楽しみにしています。で、ロボコップイスコンというジェムの話をするんで、まず最初にイスコンについて軽く紹介したいと思います。イスコンとは日本で最も有名なパフォーマンスチューニングコンテストで10年以上の歴史があります。イスコンではコンテストの最初にアプリケーションとサーバーを提供されて、それをチューニングしていくのが目的です。で、初期実装のアプリケーションは複数の言語で実装されているんで、自分が得意な言語で挑戦することができます。年によって変わるんですけども、最近だと Go、Node、Perl、PHP、Python、Ruby、Rust などが多いです。次にイスコンのレギュレーションについて紹介します。イスコンは1チーム3人までで、1つのアプリケーションを8時間かけてパフォーマンス改善をする競技です。ルールはバーリツール何でもありで、運営に提供されたサーバーの中でパフォーマンスチューニングを行えば基本的に何をしても許されます。Ruby の参照実装でよくある構成はこんな感じです。年によって変わるんですけども、Ruby だとシナトラ、MySQL2、Puma の構成が多いです。その他 Ruby の外側の世界になると、NGX とか MySQL などがミドルとして提供されていることが多いです。
他にもこれらがサーバーが複数台提供されているんで、それらをいい感じにサーバーを役割を分けて分割するのが鍵になります。で、イスコンとは総合格闘技です。で、改善対象はサーバーの中の全部です。アプリケーションコードを修正するのはもちろんなんですけども、データベースのカラムにインデックス貼ったり、キャッシュ導入したり、インストール済みのミドルを最新にしたり、設定をチューニングするってことも改善方法の一例です。イスコンだと開催時点の安定版の最新の Ruby が入っているんですけども、開発版の Ruby ヘッドが世界最速の Ruby なので、競技時間中に Ruby ヘッドに差し替えるっていうのもよくある手法です。特に去年の7月の開催の Ruby イスコンの時点だと、ラスト版の YJIT が開発版にしかなかったんで、より差し替える重要度は高かったです。私とイスコンについて話します。2021年の8月に1人チームで参加したんですけども、予選落ちでした。3人チームでもしんどいのに、1人チームだととにかく時間足りません。それはそう。で、イスコンで SQL の L+1 クエリーの修正は定番なので、そこを自動化しようと考えました。で、私は OSS の開発者でこの手のツール開発を得意分野としているんで、自分の得意分野でイスコンに戦おうかと思いました。で、次にロボコップイスコンについて話します。そのために作ったのがロボコップイスコンというジェムです。これはその名の通り、イスコンの Ruby の参照実装に対してロボコップで静的解析をかけるためのプラグインです。このジェムはイスコン11の予選敗退直後から作り始めて、翌年のイスコン12の開催まで約1年かけて作りました。僕が普段作っているジェムの開発期間がだいたい2日とか3日ぐらいで、長くても1週間ぐらいなんですけども、そんな僕が1年かけて1個のジェムを作るっていうのはやばいことです。で、このジェムは主にシナトラ関係の静的解析を行うイスコンシナトラ部署と MySQL2 関係の静的解析を行うイスコン MySQL 部署があります。で、このイスコン MySQL2 部署に N+1 クエリを自動修正するためのコップがあります。で、この N+1 クエリコップが今日のトークのメイントピックになります。これで30分全部話します。で、SQL の N+1 クエリについて簡単に説明します。簡単に言うと、ループの中で SQL のクエリを呼び出していれば大体 N+1 と呼ばれます。複数のテーブルのジョインなどで SQL の呼び出し回数自体を減らすのがよくある修正方法になります。で、なぜロボコップを採用したのかを話します。ロボコップはプラグイン機構を持っている普通のジェムです。で、私は普段からジェムを作ってたり、あとロボコップを使っていて慣れ親しんでます。また、ロボコップ関係のカスタムコップやツールなども作っています。そのため、自分が慣れ親しんでいるので、ロボコップを採用しました。で、ロボコップでパフォーマンス改善というと、真っ先に思い浮かぶのが、このロボコップパフォーマンスというジェムでしょう。これも悪くはないんですけども、これだけだとイスコンでは不十分でした。実際、イスコンの10年分の過去問全部にこのロボコップパフォーマンスを実行したところ、オフェンスは数件しかヒットしませんでした。そのためにイスコン用にカスタムコップを作る必要がありました。で、Ruby でソースコードを自動修正するツールとして、ロボコップの他にシンバートと呼ばれるジェムもあります。偶然にも3日目にシンバートの作者の発表があるんで楽しみにしています。で、シンバートはソースコードを自動修正するのに特化したジェムです。で、それに対してロボコップは違反を検知して可能なら自動修正するためのジェムです。で、いくつかのケースでは機械では自動修正できずに手動で修正が必要なケースもあるため、自動修正できなければ検知だけしてくれると助かります。一番わかりやすい例で言うと NGX の設定とかデータベースのインデックスのように修正対象が Ruby の外側にあるような場合です。このような場合、ロボコップとかシンバートで自動修正するのは現実的ではありません。で、イスコンシナトラ部署にサーブスタティックファイルというコップがあるんで、これを例に挙げます。これは実は悪いコードです。何が悪いかわかるでしょうか。実はこれ、シナトラで静的ファイルを返しているため、オフェンスとして検出されています。これは Ruby に限った話じゃないんですけども、アプリケーションレイヤーで静的ファイルを返すのはアンチパターンなんで、基本的にはアプリケーションの手前の NGX とか Apache などで返すべきです。で、修正後のコードがこれで、この場合は NGX の設定を変更して、そもそも Puma の方にリクエストがいかないようにしています。で、もう一個例を挙げます。これも実は悪いコードです。何が悪いか皆さん分かるでしょうか。これ実はむっちゃ引っ掛け問題で、実はBeacで使っているユーザー ID にインデックスが貼れてなくてコップで検出しています。で、このような場合、ロボコップイスコンではインデックスを追加するためのオルター文の例をここのログに出しているんで、このオルター文をデータベースに流せばオフェンスが治ります。で、コップの中からデータベースにつなぐ方法に関してはこの後話します。実際にインデックスを追加すればオフェンスが消えます。で、
で Where Without Index のジョイン版のコップも作ってて、これだとジョインオンに登場するカラムにインデックスが貼れてなかった場合にオフェンスが出ます。でコップの中からデータベースのスキーマを取る方法について紹介します。といっても皆さんご存知アクティブレコードを使っているだけです。ロボコップイスコンではテーブルのカラム情報だったりプライマリキーだったりインデックスの一覧を取ってきてさっきのような静的解析に利用しています。でコップでデータベースのスキーマ情報をいい感じに利用している例としてセレクタースタリスクコップを紹介します。SQL でセレクタースターを使うとレコードの中にある全てのカラムを取ってきて、Ruby のインスタンスに代入するため遅いので基本的には使うべきではありません。特にカラムに画像のバイナリとか入っていると最悪です。でこのため必要最低限のカラムだけをセレクト区に渡すための手助けとしてこのコップを作りました。でこの例でいうとコップがユーザーズテーブルにあるカラムの一覧を全部実際のデータベースのスキーマから取ってきてオートコレクトできるようにしました。でオートコレクトで全てのカラムをセレクト区に埋め込むことによって後からいらないカラムを削りやすくしています。ちなみになんですがロボコップYAMLには部署レベルでの独自設定を書くことができます。でこんな風にデータベースの接続情報をMySQL2 部署全体の設定として書いておくと、MySQL2 部署のコップ全部でこの MySQL の接続情報を共有できてむっちゃ便利です。ここからが前置きでようやく本編に入ります。で N+1 クエリーコップでは SQL の N+1 クエリーの検出と自動修正の2つを実装しています。検出だけな実装はむっちゃ楽です。でロボコップパフォーマンスジェムにはコレクションリテラルインループコップといってループの中でアレイのリテラルを書いているかどうかを検出するコップがあります。N+1 クエリーコップの実装時に、このロボコップパフォーマンスの方のコップを実装を参考にさせてもらっています。ただ同一メソッドの中にループと SQL の呼び出しがあれば AST で検出できるんですけども、これらが複数のメソッドに分かれている場合 AST で検出できないのだけが難点です。で N+1 クエリーの自動修正の方法やり方には大きく分けて、SQL の文字列をパースして SQL の AST を取得する、SQL の AST をロボコップで使える形式にする、N+1 クエリーを機械的に自動修正するためのパターンを見つける、でフォルスポジティブを避けるという4つの大きなハードルがありました。で SQL の AST を取得するために私は GDA と呼ばれるジェムを利用しました。これは libGDA と呼ばれるライブラリを Ruby から使うためのラッパージェムです。完全に偶然なんですけども、これは Ruby コミッターのアーロンが作ったジェムでもあります。で今年の Ruby 会議は Ruby のパーサーに関するトークがたくさんありますけども、このトークは SQL のパーサー枠とも言えます。で SQL をパースするジェムは他にもいくつかあったんですけども、期待する結果が得られなかったんで最終的には GDA ジェムに行き着きました。実際他のジェムだと ISCON10 本線であった70行近い超絶複雑回帰の SQL をパースできませんでした。具体的にはこれです。これは ISCON 界隈では通称観光名所として呼ばれています。ISCON ではしばしばこのような複雑なクエリも登場するため、最低でもこれはパースできる必要がありました。でちなみにですが libGDA だとプレースホルダーのクエスチョンマークとかバッククォートに対応しておらず、これらを文字として渡すと正しくパースできません。そのためロボコップ ISCON では GDA に渡す手前に、これらの文字列をSQL の文法がエラーにならないレベルで変更しています。ここで下手に文字を削ってしまうと、この後の位置情報の算出時に困るんで、全体の文字数が変わらないように気をつけています。でこの例でいうとバッククォートをスペースに置き換えたり、クエスチョンマークをゼロに置き換えています。でここで GDA ジェムの簡単な使い方の例を紹介します。このようにすると SQL の文字列から AST を取り出してテーブル名とかカラム名とかが取れます。で libGDA では SQL の AST の概要が JSON 文字列で取れるんで、こんな感じで整形することで、いい感じに AST の全体像を知ることができます。しかし libGDA でも欠点がありました。で libGDA で取得した AST には位置情報が含まれていません。そのため AST 内のノードが自分自身がストリングのどの位置に位置しているのかが分かりません。で位置情報が分からないとこんな風にオフェンスの場所を示すことや SQL の特定の場所だけ修正することができません。これどうやって解決したかっていうと、位置情報を算出する仕組みを自分で作りました。でロボコップには AST のノードを探索するためにビジターパターンが採用されていますが、似たような仕組みが GDA ジェムにも提供されています。で AST の探索時にノードの自分自身の位置情報を計算してノードにインスタンス変数として入れることができました。具体的にはこんな感じになっています。
ロボコップだとオンセンドやオンクラスのようなオンなんちゃらで始まるメソッドに対して AST の探索時の処理を実装しますが、 GDA-GEM だとビジットで始まるメソッドに対して実装をします。位置情報はノードロケーションクラスで管理します。ロボコップだとノードの位置情報にパーサージェムのレンジクラスを利用しているので、それを参考に実装しました。でこのテストコードを見ればなんとなく雰囲気がつかめるでしょう。ところがギッチョン、このテストはこけます。これなんでかというと、ウェアコンドのような AST のメソッドが呼び出されるときには毎回新しいインスタンスが生成されるためでした。AST の探索時にノードの位置情報を計算して自分自身のインスタンスセンスに入れたとしても、次に同じメソッドを読んでも位置情報が含まれてないパッチを当ててないインスタンスが返ってきてました。でこのような場合、メモライズするのが定石です。すべての AST のメソッドに対してメモライズする必要がありました。しかしこのような AST 由来のメソッドが30個以上ありました。で Ruby でこの手のモンキーパッチするときにはプリペンド使いたいところだったんですけども、 AST のメソッドはプリペンドでモンキーパッチを仕込むことができませんでした。おそらくこのさっきのような AST 由来のメソッドが C 実装側のメソッドなのか、さらにその先の libgda の中で定義されているメソッドなのかなっていうのが原因だと思っています。でどうしたのかというと、かつて Rails4 系まであったエイリアズメソッドチェーンのような方法を使う必要がありました。で30個以上もさっきのようなの書きたくなかったんで、こんな感じにいい感じにメモライズするための便利モジュール作りました。でここで突然ですが Ruby クイズです。次に挙げる中で一番早いメモライズの実装はどれでしょうか。1番目、デファインメソッドインスタンスバリアブルゲット先導を使う実装です。イバルを使わない場合はこれが一番オーソドックスな実装方法でしょう。2番目はインスタンスバリアブルゲットとかを使わずにハッシュに置き換えたパターンです。3番目がクラスイバルを使ったやつです。どれが一番早いでしょうか。はい、3、2、1、はい、正解は3番目のクラスイバルが一番早かったです。でベンチを取ると一目瞭然で、クラスイバルが圧倒的に早いです。まとめると、イバルは悪だが早くなるです。さらに厳密に言うと、デファインメソッドがデフよりも遅いんで、結果的にイバルでデフを書いた方が早いという結果になっています。このデファインメソッドがデフよりも遅いっていうのは、最近日本国内で発売された研鑽 Ruby っていう書籍にも詳しく書かれてるんで、皆さん読んでみるといいでしょう。で SQL の AST で位置情報が解いたことで、それを Ruby で使える必要があります。でそのためには SQL の世界の AST を Ruby の世界に据えてくる必要があります。これは日本で今流行りの異世界転生として呼ばれるやつです。で基本的には Ruby の AST の位置情報に SQL の位置情報をくっつければいいだけです。しかし Ruby は文字列1個確認しても表現力がとても豊かなので、さまざまなケースを考慮する必要がありました。1個目は単一用の文字列です。これが一番シンプルなパターンで、こんな感じで普通に文字が通ります。2つ目がヒアドキュメントです。この場合は開業コードも考慮してロケーションを計算する必要があります。3つ目が Ruby2.3 で追加されたインデンティントヒアドックです。さっきのヒアドキュメントと違い、この状態だとインデントが削られた状態の文字列がロボコップで取れるため、位置情報を復元するためには削られたインデントを頑張って復元して逆算する必要がありました。で最後は行末でエスケープがあるようなパターンです。これがいっちゃん複雑で、各行の両端にあるダブルクオーテーションマークとかエスケープ記号を復元した上で位置情報を算出する必要があります。このようにロボコップイスコンでは4種類の文字列を考慮して SQL の世界の AST を Ruby の世界に異世界転生させています。でこれはカスタムコップ全般に言えることなんですけども、オフェンスの検出だけなら意外に簡単です。しかしオフェンスのオートコレクトまで対応するととても難しくなります。実際どういう N プラン1ならロボコップで自動修正できるかまでに思いつくまでに2ヶ月かかりました。そして実際に実装できるまでに1ヶ月かかりました。でどうやって N プラン1クエリを思いついたのか話します。で実装のヒントはアクティブレコードにありました。でアクティブレコードにはハズメニーとか belongs to でアソシエーションが定義されている場合、インクルーズを使うことによっていい感じに N プラン1を自動回避してクエリを発行するような機能があります。でイスコンの参照実装でアクティブレコードは使われることはあんまりなく、基本的には MySQL2 でプレーンな SQL を呼び出す形になります。しかし文字列の SQL だけ見てアソシエーションっぽい SQL とテーブルコードであると判断できるんであれば、同じようにして SQL を自動修正して N プラン1を改善できると思いました。
こちらは Rails ガイドからの抜粋です。インクルーズを使わないと SQL のクエリがこの場合11回発行されます。で、インクルーズをつけることによって2回に抑えられています。私は同じことをロボコップで実装しました。で、誤検知を防ぐためにどういう SQL なら安全に修正できるかを吟味しました。ちょっと詳細は省くんですけども、具体的にはこの辺の条件を全部満たせば自動修正できそうな感じでした。で、オートコレクトの実装はこのような感じになっています。で、コレクタブルメソッドでオートコレクトできるかどうかのチェックを行い、リプレイスメソッドで実際にソースコードの書き換えを行っています。で、先ほどのチェック項目がだいたいこのコレクタブルメソッド全部に集約されています。はしょってますけども、これだいたい60行ぐらいの実装になっています。さらにリプレイスメソッドの実装はこんな感じになっています。だいぶはしょっていますけども、全部で130行ぐらいの実装です。で、どのような仕組みで N プラン1を自動修正しているのかをこれからちょっと話します。これがオートコレクトする前の初期状態です。で、最終形態がかなりトリッキーなんで中間形態を見せます。先ほど N プラン1を自動修正するのを思いつくまでに2ヶ月かかったと話しましたが、ある日突然寝る前に思いついたのがこのコードになります。で、寝る前に思いついたんで忘れないように慌ててメモしました。で、このコードを簡単に説明します。ループの中で単一 ID を取得しているクエリをループの外に持っていって ID をまとめて取得できるようにしています。これによりアクティブレコードのインクルーズと同じ原理で N プラン1を回避できます。で、ループの中でユーザーを取得するコストがなくなるようにユーザー ID をキー、ユーザーをバリューにしたハッシュを作っています。で、これがオートコレクトした後の最終形態です。さっきのプロットだとロボコップがループの中のDBX クエリメソッドにマッチしたときループの直前のソースコードに処理を追加することになっていました。しかしロボコップだとオフェンスとしてマッチしたノードから離れたノードを書き換えるのは割とむずいので、無理やりロボコップでマッチしたノードの行を修正するためにこういうことをやっています。で、インデントを考慮する必要があるため、ロボコップでは1行の処理を複数行に分割するのは難しいです。で、なるべく行数を減らすためにワンライナーでメソッドチェーンを押し込んで行数を稼いでいます。しかし今回のケースを完全に1行にするとさすがに分かりづらかったんで、ちょっと苦肉の策で2行にしました。1行版と2行版の比較がこんな感じです。で、最後にオートコレクトした後のコードが正しく動くかどうかのテストコードも紹介します。普通はオートコレクトした後のコードに対してテストを書くことないんですけども、今回は Ruby と SQL を大幅に書き換えている結構複雑なパターンなので、オートコレクトした後のコードが実際に動くかもチェックするためにテストを書きました。で、オートコレクトによるコード変換が期待した振る舞いになっているかを検証するために、ロボコップではエクスペクトエコレーションというメソッドが実装されています。それをさらにイバルに渡すことで、オートコレクトした後のコードが実際に Ruby として動くかどうかも検証しています。で、スライドでははしょっていますけども、このためだけにテストデータの準備も行っています。詳しくはスライドの一番下に貼っているリンクをご覧ください。で、結果を言うと、この方法で自動修正できる N プラ1クエリは全体の1割程度でした。そして ISCON12 予選問題のテーマがマルチテナント SAS アプリケーションで、この時は MySQL と SQLite の合わせ技でした。で、当然予選落ちしました。はい、最初に言ったように ISCON は総合格闘技なので N プラ1クエリの静的解析や自動修正ができるだけでは勝てないっていうのが分かりました。最後にまとめを話します。COP からデータベースに接続することにより COP の可能性が無限に広がります。N プラ1クエリの検出は簡単です。で、パターンは限られますが N プラ1クエリの自動修正も可能です。ISCON は総合格闘技です。で、ここでちょっと付録になって、今回紹介した以外にもたくさんの面白 COP を作っているため、時間の許す限り紹介したいと思います。まずはメニージョインテーブル COP と呼ばれるやつです。1個の SQL の中でたくさんのテーブルをジョインしていると、それだけでパフォーマンスに問題が出ることがあるため、この COP で検出できるようにしています。テーブルをいくつジョインしてたら違反するかの試験値も設定で渡せるようにしています。次に Prepare Execute COP です。これはプリペアドステートメントの利用自体がコストになるんで、プリペアドステートメントを使わない DBX クエリを使うことを強制するための COP になります。で、ここからは ISCON シナトラ部署の COP になります。アプリケーションでログを出すだけでも IO のボトルネックになるため、明示的にシナトラのログ出力を無効化させるための COP を作りました。
で、イスコンでじゃなくてシナトラでログを出すためにはメソッドがいくつもかあるんで、それら全部も対応しています。で、次にイスコンシェル部署のコップの紹介になります。で、Ruby から外部コマンドを呼び出すと、外部コマンドの実行のために新しくプロセスが作られます。で、このプロセス作成のコストがそれなりになるので、Ruby で同様の処理が実現可能ならそれを使った方がいいです。で、これはバックティックの呼び出しをチェックするためのコップです。バックティックが呼ばれてたらコップで傾向が出ます。これのシステム版もあります。で、余談ですが、外部プロセス作成のコストはイスコンに限らず普通のアプリケーション開発でも気になるポイントではあります。で、そこでロボコップパフォーマンスに取り込めないか、メンテナーのコイックさんに以前打診したことはあるんですけども、さすがに乱暴すぎるってことで却下されました。で、先ほど去年のイスコンで SQLite が出題されたという話をしました。で、次回以降 SQLite が出てもいいように念のためロボコップイスコンでは SQLite にも対応しました。SQL の AST をマッチさせる部分が、MySQL 版と共通だったんで、割と楽に実装できました。本日のトークは以上になります。ご清聴ありがとうございました。